こんにちは。脂肪吸引豊胸をメインで行っている森脇慎です。今回はですね、脂肪豊胸のシリコンバック豊胸と比較したデメリット5選について解説していこうと思います。豊胸の種類は全世界でスタンダードなのが2つあって、それが脂肪豊胸、そしてシリコンバック豊胸のこの2種類のみです。他の豊胸の種類もいろいろあるんですけど、リスクやデメリットを考えると行うのがいいと推奨されているのは脂肪豊胸とシリコンバック豊胸の2つのみです。今回は脂肪豊胸にフォーカスしながらシリコンと比較したデメリットを紹介していこうと思います。それでは5つ紹介します。それがダウンタイムが長い、ダウンタイムがきつい、直後が一番映える、形が確実に変えられない場合もある、できない人がいる、この5つについて詳細に解説していきます。それではまずダウンタイムが長いというものです。美容整形の施術、どんなものでもそうなんですが、ダウンタイムというものが存在します。このダウンタイムというのは、例えば二重埋没した後直後っていうのは少し腫れた感じで内出血が出たりします。それの施術終わって完成するまでの期間のことをダウンタイムと言います。このダウンタイムですが、脂肪吸引や脂肪豊胸が一番ダウンタイムが長いです。その理由はというと、脂肪吸引の後に拘縮という硬くなる反応が起こります。それが治るのが大体3ヶ月から半年です。なので脂肪放棄をする場合は絶対に脂肪吸引をセットで行って脂肪細胞をお胸に入れるという形で行わさせていただいています。その分お胸のダウンタイム自体は2週間1、2週間ぐらいで治るんですが、他の部位ですね、例えば一番多いのは太ももから取った脂肪をお胸に入れることが多いので、太ももの拘縮の硬い感じっていうのが3から半年ぐらい続きます。なのでその部位のダウンタイムが長いというところで、一般的にダウンタイムが一番長いとされているのが脂肪豊胸です。もちろんシリコンバック豊胸もこの傷跡ですね、傷跡が治るのは大体半年から1年なんですけど、その傷跡を抜きにしたダウンタイムというところで長いのは脂肪豊胸だと思います。ただしそれ以外のお胸の部位は先ほど言ったように腫れ内出血が出ても大体 1,2 週間で治って、硬い突っ張った感じも大体1ヶ月ぐらいなので、そこまでお胸に関してのダウンタイムは長くはないです。ただし気をつけてほしいのは定着率の差もあるので、なるべく術後 1.5 ヶ月以内は強く触ったりとかブラジャーで押し付けたりとか激しい運動で揺らしたりするのは控えてもらうようにしています。次、ダウンタイムがきついというものです。こちらも先ほどと同じような理由で脂肪吸引をする箇所がダウンタイムがきついというのが挙げられます。使われるドナーという採取する部位で多いのが太ももとお腹です。ここの体の部位が一番脂肪幹細胞が多く定着率が良く、かつ脂肪の採取できる量も多いです。なのでここが一番使われることが多いですね。ただしこの部位は取った後が痛いのでかなりきついと思います。例えばこの間したゲストの方でいらっしゃったのが、お腹の脂肪吸引とプラスシリコンバック豊胸をしたという方がいました。ただしその方の場合だとダウンタイムで全然お胸は痛くなくて、むしろもうお腹が痛すぎてお胸のことは気にならなかったっていうことがいます。なのでそれぐらいシリコンバック豊胸や他の脂肪豊胸もそうなんですけど、豊胸と比べて脂肪吸引の箇所の方が痛みが強い場合が多いです。なのでダウンタイムのきつさでいうと、シリコンバック豊胸単体よりも脂肪豊胸でやって採取する部位、太ももやお腹の痛みの方が強いので、こちらもダウンタイムがきついというので入れさせていただきました。次、直後が一番映えるというものです。これは本当にシリコンバック豊胸と脂肪豊胸を比べた時の最大のデメリットの一つだと思います。やはり一番直後というのは一番その脂肪の注入量が全部入っていてパンパンになっていて、お胸も張って綺麗な形になっている人が多いです。で、しっかりボリュームを出したい方はパンパンになったお胸が好きという人も一定数いらっしゃいます。ただしこの脂肪豊胸ですが、脂肪注入したその脂肪細胞の定着率が良くて 50% と言われています。なので一般的に例えば 300cc 入れて 150cc 残れば、それは定着率はいい方だとされています。なのでその場合1回目で満足できない方は2回目3回目と脂肪豊胸を行ってどんどんお胸を大きくする方が多いです。なので直後の施術終わった後はすごいお胸が大きくなったなと感じる人でも、1ヶ月から 1.5 ヶ月すると半分ぐらいになってやっぱりちょっと物足りないなと思ったりする方もいらっしゃると思います。そこは理解して行うのが非常に重要になってきます。で、一方シリコンバック豊胸っていうのはこのようなもうシリコンのものがそのまま入っているので、これをお胸に入れてボリュームは直後から変わらないです。なのでその点でしっかりと術前のイメージと同じように術後もボリュームがしっかりできるのはシリコンバック豊胸の最大のメリットで、脂肪豊胸の最大のデメリットだと僕は思っています。そこを理解した上で脂肪豊胸をやるのがいいと思いますね。またこのような場合を想定して、やっぱり脂肪注入の量というのは例えば 200cc ぐらいしか入れないクリニックもあると思うんですが、それだとやっぱり 100cc 以下になってしまって、ほとんどお胸大きくなったかなとちょっと不満を感じる方もいると思います。なので当院の場合では
多いと 400cc 以上入れることもあって、リスクとデメリットを考えてどれぐらい入れるかっていうのは決めてるんですが、 400cc 入れれる方だとそれ以上入れる場合もあります。その場合だと 200cc ぐらいは残るので、しっかりとボリュームアップは期待できると思いますね。次、形が確実に変えられない場合もあるというものです。脂肪補強の本当にいいメリットとしては、シリコンバック補強はこの物を入れるので、例えば谷間をしっかり寄せたいとか、乳房下位のこの下のところですね、このラインを揃えたいとか、上部をしっかり注入してデコルテをしっかり出したいとか、この肋骨のそげた感じを直したい、そういった要望に叶えるデザインができるというのが脂肪補強の圧倒的なメリットの一つだと思います。ただしこちらも注意しないといけないのが、例えばこの乳房下位の位置、下のバストラインの位置が少し左右差がある方などは変えることはできるんですけど、絶対に変えられる保証はないということです。もちろんこの下の部分が癒着して強くなっている方だと、どんなに脂肪注入してもそこの定着率があまり良くなくて、やはり左右差が少し出てしまう方など、あと肋軟骨を取って鼻手術をしている方などはここが結構癒着しているので、そういった場合にはかなりしっかりと癒着を剥離してあげて脂肪注入をしたとしても左右差が埋められないっていう場合もあると思います。また皮膚の伸び感とか乳腺の発達具合によっては、この谷間の位置とかをしっかり作ってもちょっとやっぱり物足りないなと感じたり、デコルテの部分ですね、そこの定着率も人によって差があるので、確実に理想のバストにできるとは限らないというのが理解して行うのが大事です。ただし本当に脂肪注入による補強だとデザインをしっかりできるので、その理想のバストに近づける確率がダントツで高いのは脂肪注入だと思います。シリコンバッグの場合だとこれを物をしっかりポンと入れて、他はある程度は細かい剥離範囲とかで微調整はできますが、ボリュームアップはできますけど、微調整の部分でいうと圧倒的に脂肪補強だと思います。最後、できない人がいるというものです。これは本当に大事なものなんですけど、日本人の方って本当にそもそも細い人が多いですよね。そういった方だと脂肪が取れない場合があるんですよね。やっぱりしっかりボリュームを出したい場合は脂肪吸引の吸引量が 1000cc 以上は欲しい場合が多いです。そもそも細い人だと 1000cc 脂肪が取れないっていうのが全然考えられます。そういった方の場合だと注入できる脂肪吸引で採取できる部位がないので、脂肪補強のドナーとなる脂肪細胞がないんですよね。そういった方だとちょっと厳しいっていうのがあります。僕も何件か脂肪吸引の脂肪細胞の量が取れないということで結構苦労して全身からかき集めて補強した方などもいらっしゃるんですけど、その場合だとやはりダウンタイムもきつくて、次にやっぱり2回目3回目脂肪補強したいと思ってももう取れる部位がないっていうのはありますね。なので脂肪補強のデメリットの一つとして考えられるのが、細い人ではちょっと厳しい場合があるというものですね。なのでちょっとそういった皮下脂肪の取れる量なども大体触れば分かるので、一度カウンセリングに来てもらって見させていただくのがいいと思います。シリコンバッグの場合だと、例えばこのバッグは 275cc のバッグなんですけど、小さくしたりとか大きくしたりとかいろいろなバッグのサイズを選べるので、その方に合ったお胸のサイズで適切なやつを選べるので、そういった取れないっていうのはこのバッグ自体は発注すれば絶対に手に入るので、そういった心配はないですが、脂肪補強の場合はそもそもの脂肪細胞がない場合は取れないというのがあるので、そこだけは注意して行う必要がありますね。今回はですね、脂肪補強、シリコンバッグ補強と比較した脂肪補強のデメリットについて詳細に解説しました。ダウンタイムが長い、ダウンタイムがきつい、直後が一番映える、形が確実に変えられない場合もある、できない人がいるの5つについて解説しました。やはり最近では脂肪補強という概念は本当にいらない脂肪の部位を取って欲しい部位を大きくする、なのでボディメイクの最強のメソッドの一つだと思うので、脂肪補強を検討している方はぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や補強の動画を投稿していくので、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは。